皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。私たちはいつ困難の窮地に立たされるか分かりません。しかし、その解決策がないとして諦めたらいけません。私はこれまでに多くの困難に遭遇しましたが、とにかくもがくことでそのほとんどを克服してきました。もちろん、いつでもベストな結果になるわけではありませんでした。しかし、最悪な事態は免れることができました。今回は困難を克服した話のその2として、海外渡航前に降りかかった災いについてお話しします。1999年6月の終わり、この日、私は米国へ長期で出張するため、午前11時頃の福岡空港発の飛行機で羽田へ行き、続いてリムジンバスで成田空港へ移動し、午後4時前の飛行機で日本を飛び立つ予定でした。この日、福岡地方は朝早くから雨が激しく降り、家の前では雨水が10センチくらいの深さで小川のように流れていました。旅立つまでに時間の余裕があったため、私は子供を車で近くの小学校まで送り届けました。家に戻ると土砂崩れで線路が塞がれ、JR が運休しており、復旧の見通しが立っていないことがテレビで報じられていました。JR で福岡空港まで行く予定でしたが、仕方なくタクシーで1時間ほどの道のりを空港まで直行することにしました。タクシーにスーツケースを積み込み、家を出ると驚いたことに幹線道路は車の長い列で埋まっており、数十分経ってもほとんど前へ進むことができませんでした。これでは飛行機に間に合わないと判断し、私は運転手に高速道路へ入ってもらいました。車はしばらくスムーズに走りましたが、インター出口に近づくと、ここでも国道へ出ようとする車が列を作っており、再び渋滞に巻き込まれてしまいました。結局、国道へ出るのに約1時間を費やし、その後も渋滞する道路を少しずつ進み、福岡空港になんとか到着しました。しかし、すでに飛行機の出発時刻を過ぎていました。他の人も渋滞に巻き込まれたようで、空港ビル内は人が少なく閑散としていました。血相を変えて航空機会社のカウンターへ駆け込むと、受付の女性が次のように言いました。残念ながら搭乗予定の飛行機はすでに出発しています。しかし、本日の悪天候と搭乗者の遅れを考慮し、今回は特例として次の便を利用できるようにします。私は少しばかりほっとしました。しかし、1時間後の飛行機で羽田へ飛び立ったとしても、成田発の便に間に合うという保証はありませんでした。このような時は、とにかく行動あるのみです。飛行機に乗り、私は座席で青くなってうずくまっていました。飛行が半分の行程を過ぎた頃、CA さんが私に話しかけてきました。
何かご気分が悪いのではありませんか？そこで私は状況を伝えました。私は大学の教員で、本日午後4時前の便で成田から米国へ旅立つことになっています。しかし、集中豪雨により交通機関が麻痺し、福岡発の一つ前の便に乗り遅れてしまいました。なんとかこの便に搭乗することはできましたが、これから羽田に着いた後、リムジンバスに乗り成田へ移動しなければなりません。このままでは成田発の便に間に合いそうにありません。国家公務員なので、スケジュールの変更は原則として大きな問題となるため、とても困っています。CA さんは私の話を聞き止めた後、姿を消しました。着陸態勢に入ろうとする頃、再び CA さんが現れ、次のように話しました。羽田空港に連絡を取り、今回のあなたの件を伝えています。羽田空港に着いたら、ボーディングブリッジ出口で男性の空港職員があなたを待っています。その指示に従って行動してください。とりあえず CA さんにお礼を言い、私は引き続き途方に暮れた状態でいました。飛行機が空港ターミナルビル前に停止した後、私は迅速に着替えに出ました。ボーディングブリッジを足早に歩いていくと、男性職員が私を待っていました。彼は別の職員が私の荷物を取りに行くので、自分の後をついてくるように話しました。私は何も持たずに空港前のリムジンバス乗り場へ誘導されました。バスのチケットを買い、バス停に立っていると、間もなくもう一人の職員が私のバッグを持って現れました。飛行機を降りてからここまでに要した時間は20分足らずだったと思います。私は直後に来たバスに飛び乗り、成田空港へ向かいました。バス内で時計を頻繁に見ながら、1時間10分程度座っていました。結局、私は成田便の搭乗時刻の2時間前に出国手続きを完了することができました。私はこの体験で強く感じたことがあります。最後まで決して望みを捨てずにもがくということです。問題を解決できないかもしれませんが、とにかく行動するということです。この時の行動が日本人の思いやりの精神に大きく支えられ、困難の克服に至ったことは言うまでもありません。福岡空港のカウンター女性の特別な計らい、羽田発飛行機内での CA さんの人の心を察する力と対応力、そして羽田空港での職員のそつのない行動です。後の動画で話すことになると思いますが、外国ではこうはいきません。何か災いが生じたら自己責任として放置されます。自分だけでなく、明らかに相手にも責任があると考えられても何もしてくれません。問題が起きたら独自の判断で行動し、解決していかなければなりません。
最近日本を訪問した多くの外国人観光客への日本についてのインタビュービデオを YouTube で目にします。彼らの多くが日本人の親切さ、思いやりの話をします。私はこれまで何度も多くの国を訪問し、外国人と触れ合ってきました。この時の対応の違いから、私は改めて日本人の思いやりの心に感謝します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。